皆さんこんにちは、ランタムです。こちら先日バッテリーの改良を施した電動原付のアイオンで容量が3倍になったんで単体で50キロぐらい走れるようになったんですけども、その時にね、本当に長距離走れるのかっていう実験に行きたいっていう風に言ってたと思うんですよね。で、どっかないかなと思って探してみたら、ちょうどね、しまなみ海道がいい距離でちゃんとね、止まれるような場所もあったりするんで、今回はね、電動原付アイオンを電車に乗せて手荷物として尾道まで運んで、尾道からしまなみ海道をねぐるっと回ってみたいなというふうに思います。ということでね、早速出かけようと思うんですけれども、実はね、天気がさほど良くなくって、今ずーっと梅雨の真っ最中なんですよね。で、外はこんな感じでね、先ほどまで雨が降ってたような跡があって、コンディションは最悪なんですけども、どうやらね、今日から明日の夕方ぐらいまでにかけては天気がなんとか持ちそうな感じがあるんですよね。で、この時期を逃したらもう本当に今度は暑くなってキャンプとかツーリングが相当厳しくなるんで、このタイミングを狙ってちょっとパッとね、しまなみ海道に行って島を渡って帰ってくるっていう総波旅をねしていきたいと思います。で、ちなみに今回旅の予算5000円とかに縛りたかったんですけども、ちょっとそれが難しくて、っていうのが岡山から尾道に行くのに1560円とかで往復で3120円かかるんですよね。で、しまなみ海道全部渡るのに確かね800円ぐらいいるのかな、往復なんでね。あと泊まるところとかって言ったら1000円ぐらいいるんで、もうこの時点で5000円来てるんですよね。だからちょっと今回はそこまで贅沢はしないけども、なるべく節約しながらしまなみ海道を回ってくるっていう旅をしていきたいと思います。よし、ということでね、準備もできたんで今からね、もう出発しようと思うんですけども、まずは家の近くの駅に行きたいと思います。出発。はい、駅にやってきました。ここはね、玉ヶ市駅っていう駅ですね。ここまでの走行距離がね、2キロぐらいです。で、電車の時間がね、あと20分ぐらいあるんですけども、その間にね、折りたたんでから手荷物状態にしていきましょう。よいしょ。まずはこうですね。OK。で、ここでね、臨行袋かけさせてもらいましょう。で、岡山行きは2番乗り場なんで、2番乗り場、そう持っていきましょう。よっけ、オッケーオッケーオッケー。電車待ちです。相当ね、外蒸し暑いです。暑っ。1両電車だ。嘘、1両なん。まさかの1両。朝のね、時間だけども1両でしたね。いけるかな。あ、いけるいける。乗れますね。よしよしよし。ね、岡山駅に到着です。で、ここからね、電車を乗り換えて尾道方面目指すんですけども、僕電車に詳しくないんでね、ちょっと聞きましょうかね。今ね、ちょっと聞きました。この分をね、尾道行きの電車に乗ってから車掌さんに渡したらね、チケットが買えるそうです。よし、いいこと聞きました。行きましょう。あ、すいません。よいしょ。あ、すいません。ありがとうございます。はい、電車待ちです。三原行きっていうね、電車乗ります。電車来ました。乗れたらいいんですけどね。あ、乗れそうですね。いたんでね、座らせてもらいました。ちなみに車内はね、空席多いです。しまなみ海道でしょ、これ多分。もうすぐ到着です。よいしょよいしょよし。電車旅面白いですね。1時間20分ぐらいで着きました。よし、ここでね、お金払います。はい、お願いします。1520円ですね。はい、じゃあお願いします。480円のお返しでございます。はいはい、すいません、ありがとうございます。オッケー。はい、尾道駅にね到着です。
料金はね1520円でした。だから往復でね3040円いりますねで現在の時刻はね10時5分で、天気はねすごいあいにくの曇り空です。でもね晴れじゃないんでまだマシですね。まずはね何はともあれ出しましょう。ちょっとね場所がないんでねこの辺使わせてもらいましょう。バッテリーめちゃくちゃ重たかったです。もうパパッとくくりつけようかな。はい、ということでね、準備ができました。バッテリーを後ろにねくくった状態ですね。前側にはテント、あとね僕スマホホルダー今回忘れちゃったんでガムテープを持ってきたんでね、ガムテープでちょっとベタベタっとスマホをここにホールドしました。これでね移動中に地図を見ながらね行くことができるようになったんでバッチリです。でこっからね、しまなみ海道を渡っていくんですけども、一泊して走破して帰ってくるみたいなルートにしようと思ってるんです。で今日泊まる予定の場所が順調に行って45キロぐらい離れてる場所なんで、このね青色の電池単体で行けるんじゃないかと思います。でちなみにね前側にはノーマルの電池も積んでるんで、なくなったらね差し替えて走ることができるんで多分行けるんじゃないかと思います。じゃあね行きましょう。で島を渡るにはねしまなみ海道を通るのが一般的ではあるんですけども、1本目の橋って結構向こうにあるんですよね。でバッテリーがねもったいないんで、1つ目の島に渡るにはねここ船が出てるんで、船でちょっとね渡ってみたいと思います。でこうですね、だいぶ来ましたね。多分ねそこが乗り口じゃないかと思うんですよね。当たりだな。よいしょ。はい、ここですが、どうやって乗ってどうやってお金払うんだろう。乗ってからお金払えばいいのかな。もうね来てたんであれですけども、右端につけてって言われました。よいしょ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 。料金がねいくらなんでしたっけね。多分ねこれかな、バイク10円だから110円ですね。多分お金用意しておきましょう。もう出港です。はい、すごい、もうすぐに離れましたよ。今もう海の上です。もう島のね足になってますね。ちなみに向こうに見えるのがしまなみ海道1本目のやつです。バッテリーが持たないんでちょっと切っときます。よし、見えてきました。1個目の島はね向島ですかね。向島ですね。あっという間に到着です。バイク先みたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょよっしゃい。おお、ここの坂がきつい。ここの坂きつい。よいしょ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 。はい、向島上陸ですね。1個目の島です。ちょっと止まります。はい、しまなみ海道1つ目の島ですね。ここはね向島です。向島だ。向島じゃなくて向島になってるんだ。初めて知りました。はい、でこの島からね順に次の島に渡っていくんですけれども、あんまり大回りもできないんで、なんでしょう、最短ルートみたいなのを通りながら行かないといけないんですよね。で次の島がね因島なんですけど、そこに渡るにはねこれ自転車と同じような扱いのルートが通れるんで、ここまで行かないといけないんですよね。でここまで行くのにこっちのルートを通ったら10キロぐらいあるんかなんですけど、こっちを通ったらね確か少し短かったはずなんで、こっちを通っていきたいと思います。よし行きましょう。こっちのねルートの方が2キロほど近いはずです。山道もないんでね。めちゃくちゃもやが出てますね。湿度がすごい高い証拠です。でもね暑くないんでもう涼しくて気持ちがいいですね。今回はね前回みたいにポータブル電源持ってきてないんで体が軽いです。楽々ですね。よし、絶好調絶好調。想像通りねだいぶ平地なんですごい楽です。移動が今最高速度をね25キロで走行してます。やばい、ちょっと上りになった。よし、海岸線までね約半分の距離をもう走破しました。早いですね。で案の定ね上り坂も少ないんで楽々です。よし、海辺までねやってきました。ここがねさっきのフェリー乗り場の反対側の海ですね。で行くのはこっちです。ここからね今度は4キロぐらい離れてるらしいです。いいですね。いいんですけども、自転車の後輪がえらいバタバタするのは空気がないかもしれないな俺。ちょっと止まりましょうか。大丈夫かな。
いや、空気終わる。うん。よかったよかった。いいや、気にせず行こう。やばい坂が出てきましたね。大丈夫かな。いや、頑張れ。頑張れ。やばいのが出てきたな、これは。よし。はい、蹴ってね、補助しましょう。バッテリーを長持ちするためにはね、大地を蹴って進むのが一番です。はい、前に橋が見えてきましたね。あれがね、2つ目の島に渡るための橋ですね。で、因島のね、こっちのルートは、観光も何もなかったですね。仕方がないですね。あんまりね、バッテリー無駄遣いできないんで、とりあえずね、たどり着けなかったら意味がないんで、バッテリーをね、温存しつつ行こうと思います。よし、で、ここですね、原付がここから乗るようになってるんで、行きましょう。特別なね、入り口があります。原付と自転車用にはね。今、とりあえずね、ここまでで7キロぐらい走ってますね。今度はこっち。この先有料道路で 125cc 以下の原付は50円できるようになってますね。安い。よし。ということで、ね、行きましょう。おー。はい、ここから先はね、橋ですね。で、ここをね、渡って向島から因島にね、渡るようになります。よし、行きましょう。料金は向こうで払うのかな、これは。よし。おお、まっすぐ。おお、怖いけどいい景色。あ、ちなみにね、歩いてる方いたんですけど、徒歩はね、0円らしいです。自転車を押して歩いたら0円なのかな。はい、ということでね、この辺ぐらいから因島ですね。はい、料金所、一旦停車。どこじゃろう。あ、ここに通行料金入れるんね。はい、はい、じゃあ50円入れます。OK。よし、じゃあ行きましょう。はーい、よいしょ。ありがとうございます。はーい、行きましょう行きましょう。なんか楽しいな。おお、なんか路面が湿ってますね。今朝雨でも降ったのかな、これは。気をつけましょう。はい、順調にね、走行中なんですけども、1個問題が発生ですね。お尻が痛いです。この分ね、ステップが前で、この下側ぐらいないんで、全体重がね、おけつに集中するんですよね。だからちょっとね、おけつが痛いという悲しい現実にね、苛まれてます。でもとりあえず、平地ばっかりです。因島はね、走りやすい島ですね。そうこうしたらね、橋が見えてきました。ただここですね、ここが入り口ですね。はい。だいぶ結構きつい勾配ですね、これ。僕のスーパーキックでね、ちょっと加速してあげましょう。今ね、とりあえず20キロぐらい走ってきてますね。尾道駅から自転車原付。分かれてるんだ。おー来ましたね。橋の上です。天気がね、回復しているんで、気持ちがいいですね。はい、料金所ですね、ここも。よいしょ。もう50円玉がないんよな。作っとかんといけんね。10円玉がある。はい、10円玉5枚で入れます。 OK。 ここも50円なんでね。よし、じゃあ行きます。一遍下まで降りましょう。はい、ということでね、降りてきました。あの橋をね、渡ってきたんですね。ここまで来て、こっち来ました。で、この道を右か左か分かれるんですけども、左行きましょう。どっちもね、総距離が変わらないんで、1キロぐらいしか変わらないんで、こっち行きます。で、こっちのね、海沿いの方通ればなんか多分、ご飯食べれるところがあるんじゃないかと思うんで、ちょっとね、行ってみたいと思います。何か軽く食べたいです。あ、でね、今現在ここまで、25キロぐらい走ってきてます。で、バッテリー残量がね、37ボルトぐらいだったんで、4ボルトぐらい今使用してるのかな。で、最高速度はね、23キロぐらいに落ちてきました。まあ、仕方がないですね、これは。で、今日ね、曇りだと思ったら、晴れてきましたね。やばい、また日焼けしますね。困ったな。僕ね、腕すぐ真っ黒になるんでね、そのうち灰になるかもしれん。で、こっからね、あと12キロぐらい次の目的地まであるんですけども、道の駅的な建物がないですね。なんかこう、パッと寄ってからパッと食べれるようなところがあったらいいんですけども。
なんかないかな。僕がねちょっと間違ってるのかな。この辺ってね、博多島っていう島があって、博多の塩っていうのが有名なんですよね。だから博多の塩ラーメンとかっていうような上りがババーンと立っててから、もううまい、安い、美味しいみたいな感じのお店がバラバラっとあるかなと思ったらないんですよねそうなんじゃーっていう。困ったな。なんかこの辺いろんなお店がありますね。たこ焼き屋さんとかたこ天屋さんがあって、でここですよね。ここがねちょっとなんか面白そうなんですけども、今日やってるんでしょうか。開いてる？いや閉まってる？開いてる？ちょっと待ってください。どこが入り口なんだろう。はい、瀬戸内レモンっていうのかな、瀬戸田レモンでいいのかな。なんかねいろいろと食べるものもありそうなんで、ちょっとね寄らせてもらいたいと思います。 OK。 はいね、ちょっとバイクをねこんな感じで今置かせてもらいました。でこちらのお店はね、なんか写真を撮ってシェアしようっていうぐらいね、撮影 OK な場所だと思うんで、中ね撮影させてもらいましょう。開いてるよね。開いてる開いてる。涼しい。レモンの専門店ですね。美味しそう。レモンのねすごいいい匂いしております。レモンケーキを買ったらここで温め直して食べたら美味しいらしいです。飲み物なんかあるのかな。レモンサイダー。どうしましょうかね。せっかくここまで来たんでね、レモンケーキとレモンサイダーもらいましょうかね。店内飲食が少し高いんですけど、ここね今クーラー効いてるんですよ。ですね、店内で食べさせてもらいましょう。これと一緒にね。これであとすいません、レモンケーキを一つください。店内で食べます。会計が525円です。はい。温め直した方がね美味しいらしいんで、1、2分程度。よし、座ってね食べさせてもらいましょう。美味しい。レモンの皮が入ってる。美味しい。今日ね平日なんでね、お客さん誰もいませんけども、ゆっくりねいただきたいと思います。ごちそうさまでした。オッケー。なんか疲れ取れましたね。お腹はねまだ少し空いてるんですけども、なんかそうがっつり食べれる風じゃなくて、でもねおやつ的に食べれたんでよかったです。よし。でね、なんでしょうね、この辺ね食べるお店がねこの辺も多かったりとか、なんかスーパーもあったりとかいろいろするんですけども、どうしましょうかね。電池がどこまで持つか全然分かってない状態で、とりあえず宿泊予定地までは20キロぐらい離れてるんで、ちょっと観光はせずにね、とりあえず宿泊予定地に向けてもう移動を開始したいと思います。はい、行きましょう。中でねクーラー効いてて本当良かったですね。ほてった体ね冷えました。なんかマップ見てたらね、この辺が特に暑いらしいんですよね。レモンのオブジェがたくさんあったりとかなんかするみたいなんで、なぜか知らないけども橋から離れてるこの場所が栄えてるっていう謎ですね。でこの辺にはね道の駅とか買い物できる店がないんで、もうね大三島の方に渡って少しねゆっくりしたいと思います。で橋を渡るんですけれども、でここですね、ここから乗るみたいです。 OK。 あれいいんだよね。いいんだな。よし、行きましょう。多分40キロぐらい今走ると思うんですけども、相当バッテリーがね厳しくなってき始めましたね。坂道にこう耐えられなくなってきたような感じがあります。はい、坂道ふとするんですけどね、なんかありましたね。ガチャガチャですねもう今目の前が橋の入り口なんですけども、こんな場所にねガチャガチャありました。でなんだろう、上側は缶バッジですね。1回200円で、下側は1回400円で、なんかレモンのものが出てくるらしいですね。やってみましょう。面白い。400円100円4枚もあったかな。100円玉ね4枚やりました。でも4枚あったらいけんのだって。もう1枚ないと橋が渡れん。あるある、ギリギリだったな。じゃあこっちね400円あったんで回してみましょう。
よいしょ。あ、レモン谷。目が飛び出るやつですね。かわいい。いいの買いましたね、これ。ここね、ならではの分だと思うんで、買えてよかったです。じゃあね、行きましょう。原付上ですね。よいしょ。よいしょ。はい、到着です。原付と大人一人。あの島が今回のキャンプ地ですね。あれ、なんかじゃないけどごめんなさい。なんかスルーされてるんだけども、あれ、もしかしたら俺この島で降りるって言うとなかったからな。本当に帰るために動いてるこれ。